どうも、日本語でしゃべりましょうの岡堂です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい。今日は漫画とアニメについて話していきたいと思います。アニメと漫画、それぞれいろんな魅力があって、どっちも楽しみ方が違いますよね。なので今日はそれぞれのいいところを3つずつ挙げてみたいと思います。まずはアニメのいいところから話していきます。1つ目は動きと音楽です。アニメはやっぱり動きがあるので、例えばキャラクターの表情とかアクションがより生き生きと伝わりますよね。あとシーンに合わせて音楽とか効果音とかが使われるから、視覚的にも聴覚的にもアニメの世界を楽しめますよね。なので目で見ても面白いし、耳で聞いても楽しいですよね。それからすごい独特で有名なアニメの音楽といえば、ジョジョの奇妙な冒険とか、それからジブリアニメもすごい音楽が有名ですよね。僕は個人的には進撃の巨人の音楽が大好きで、よく筋トレの時に進撃の巨人の音楽を聴きながらトレーニングしてます。どうですか？皆さんは好きなアニメの音楽とかありますか？で、次、2つ目のアニメのいいところは声優の演技ですね。キャラクターに命を吹き込む声優の演技。これもアニメの魅力の一つですよね。声によってキャラクターに感情が込められて、より深く物語に入り込むことができますよね。例えば、大塚芳忠さん。これはすごく有名な声優さんなんですけど、皆さん知ってますかね？すごい有名なキャラクターで言うと、ナルトのジライヤとか、あとはスラムダンクの仙道の声は、この大塚芳忠さんが声優をしています。すごいかっこいい声だし、それはキャラクターのイメージともぴったりでいいですよね。やっぱり声優さんの良さっていうのはアニメの良さにかなり影響しますよね。どうですか？皆さんは好きな声優さんとかいますか？それから次、3つ目のアニメのいいところは映像の美しさですね。やっぱりアニメは色彩だとか背景、演出とかにもこだわりを持っていることが多くて、すごく綺麗で美しいシーンとか、独特なアートスタイルっていうのも見ながら楽しめますよね。特に最近のアニメーションのレベルはすごいですよね。すごく質が高いですよね。でも逆に昔ながらのちょっと懐かしくて温かい雰囲気のアニメーションもいいですよね。僕は最近のアニメーションもいいと思うんですけど、逆に昔のアニメーションにもちょっとハマってて、で最近で言うとスラムダンクとか、あとははじめの一歩とか、そういうアニメに僕はハマってます。どうですか？皆さんはどのアニメの映像が綺麗だと感じますか？でね、今3つアニメのいいところを話してみたんですけど、次は漫画のいいところもちょっと紹介したいと思います。で、まず1つ目。これは自分のペースで読めることですよね。これは大きいですよね。漫画はページをめくりながら自分のペースで読めますよね。なので気になる部分があったらもう一回読み直すこともできますよね。
なのでゆっくりじっくり読めるっていうのが漫画の良さだと思います。だから結構アニメでは見逃しちゃうような細かいところに気づけたりしますよね、漫画では。僕は結構家で例えばお皿を洗ったりとか、洗濯物を畳んだりとかしながらアニメを見ることが多いんですけど、それだと結構流し見しちゃうんですよ。結構重要なところもあんまり集中しないで見ることも多いんです。なので漫画の方がより集中して作品の世界に集中できると思います。最近は結構オーディオブックとか流行ってて、何か作業しながら本を聞き流す人って多いですよね。でもやっぱり実際に本を手に取って読んだ方がその作品に僕は集中できると思います。どうですか皆さん？結構流し見とかオーディオブックとか何か作業しながら聞いたり見たりしますか？で次、2つ目の漫画の良さなんですけど、すごい詳細な描写、これが良さですよね。やっぱり漫画はコマの中でじっくり描かれた背景だとかキャラクターの表情とか、そういう細かいディティールが味わえますよね。それが魅力だと思います。あとアニメだとカットされてしまうことも多いんですけど、漫画ではその全てが楽しめますよね。逆にアニメを見てるとよくあるのが、主なストーリー、メインのストーリーとあんまり関係ないエピソードとかもあったりしますよね。そういうのがあんまりないのも漫画のいいところだと思います。逆にね、そういう普段の本編と関係ないエピソードが好きっていう人もいるかもしれませんけど、そういうのがあまり興味ない、物語の本筋に集中したい人にとっては漫画の方がいいかもしれませんよね。どうですか皆さんは？そういう漫画と関係ない横道にそれるエピソードとかも好きですか？それともストーリーの本筋に集中したいですか？それから3つ目の漫画のいいところなんですけど、想像力をかきたてるところですよね。やっぱり漫画って静止画じゃないですか。動かないですよね。なので動きとか音は自分の頭の中で想像しなきゃいけないですよね。そうすることで自分なりに頭の中でストーリーを進めていけますよね。そういう楽しみ方もありますよね。で、時々アニメの声優さんの声が自分が想像してたキャラクターのイメージとちょっと違うことってあるじゃないですか。漫画では自分のイメージ通りの声でこの物語を進めていくことができるので、そこがすごいいいところですよね。自分の頭の中で全部コントロールできるので、そこがアニメと違ってちょっといいところなんじゃないかなと思います。どうですか皆さんは？漫画じゃなくても本を読むときに結構想像力働かして読んだりするの楽しいと思いますか？どうですか？で、今ちょっとアニメと漫画それぞれいいところを3つずつ紹介したんですけど、本当にすごいどっちも魅力的で、アニメは視覚と音、それからダイナミックな表現が魅力で、漫画は逆にすごい細かい描写とか自分のペースで楽しめるっていうのがポイントですよね。いいところですよね。僕はアニメも漫画もどっちも好きです。でもさっき今日紹介したポイントに加えて、結構面白いのにアニメ化されてない漫画って結構たくさんあるんですよ。そういうところを考えると僕はどちらかというと漫画の方が好きかもしれません。はい。ということで今日は漫画とアニメについて話してみました。皆さんは漫画とアニメどっちの方が好きですか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。
それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リストスキルスクリプトを読みたい人はリンク載ってるパトレオンのサイトもぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるんで、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。